温度も投資じゃないですけど、ガソリンの燃料が減るので、ヒーターも消してって、レストランとかも全部閉鎖されて、今コロナの時に鎖国状態になったような形で、もう本当に大変な時だったので、辛くてもう引き戻ってU ターンしたいっていうふうに思われたみたいなんですけど、でも本当に師匠をはじめ、旅の参加者皆必死でコウさんが大変な思いをされてるっていうのも容易に想像がついたので、どうにか元気に超えてきてほしいっていう祈りで、もう師匠も寝る暇なくずっとお経を唱えていらっしゃる、そんな姿が頭に浮かんできたので、もう私の使命だっていうふうに自覚をされて、U ターンすることなく必死に、越えて、ネパールの国境で出会うことができました。でその後ネパール、インドとこちら宇多ヶ谷のお釈迦様のお悟りの仏教の原点の地が最終地点ということで、お堂を建てられたという経緯があります。およそ陸路12,745キロで2ヶ月、65日間の旅となりました。私が参加させていただいてすごく心に残ったのは、やはりそのコウさん、私たち商人であったり信者であったりするのは、法華経を信じて信仰心で集まった志願した者たちなんですけれども、そういったガイドさんっていう別の枠の方がその師匠の本当の法華経の行者の必死な思いを背中で見て、本当につらかったと思うんですけれど、自分がお袈裟をする資格はないんですけどってご自身から申し出があったので、そういった人の心を動かすっていう信仰心の姿なんかにすごく感銘を受けて感動いたしました。ただ師匠はやはり自分の足で、歩むことができなかったので、翌年2004年に、再度信者様1名、志願された方とお二人で玄奘三蔵も歩まれた治安からウルムチ、トロファン、カシュガル、カラコルム、フンザ、ガンダーラへと旅を進められました。その道中では標高4800メートルのカラコルム山脈越えということで、本当に凍死寸前でずっと足からどんどん冷えてきて脳のあたりまでこのまま世界平和を祈願しながらもう思い残すことはないっていうふうに思われたみたいなんですけども、信者の立場からすると先生は元気に帰ってきていただきたいので、おかげで、先生は信者さんと共にご無事で帰ってきてくださったんですけども、そういう思いをされて、それはもうひとえに法華経を思う心以外に何者でもないっていうふうにおっしゃっていたんですけども、そういう信念を持って本当に命がけで、西井上人の足跡をつながれたっていう、そういうお寺になります。そういうところに、私は駐在させていただいております。2番目に活動についてなんですけれども、これはちょうど宗報の5月号に現状の活動についてというテーマで原稿を書いてくださいっていうふうに依頼をいただいたので、写真とともに提出させていただいたので、もしよろしければそちらの方も目を通していただければと思いますので、ちょっと割愛をして、紹介させていただきます。まず1点目として炊き出し支援を行ってます。こちら一心寺分位が位置するビハール州っていうのはインドで最も貧しいサー貧困州として知られており、カースト制度の中でも下位の貧しい人たちがたくさん、暮らしている、そういった村になります。特に子どもたちやお年寄りの方、そして身体障害者の方っていうの生活はいろいろ厳しく、栄養失調の方も少なくないというふうに言われております。今年の1月から毎週火曜日に炊き出し支援ということで、現地の方のご協力をいただきながら、中心は調理人の方にたくさん作っていただくんですけども、私たちもまずは水を確保するっていうので、こちらは家庭に水道室が通っていませんので、かつ
地下の、井戸水はすごく塩分濃度が高くて食事用としては使えないので、共同で村で共同で使える飲み水が使えるところがあるので、そこに行ってまずお水の確保でお米を炊いたり、ダルって言われる豆カレーを作ったり、飲み水として飲むお水を確保します。でそれから準備を、野菜をカットしたり洗ったり、皮を剥いだりっていうような作業をみんなで、しております。